ジェントルメン対プレイヤーズ。ラフルズが並外れた犯罪者だったかどうかはともかく、クリケット選手としてはまさに比類なき男だったと断言してはばからない。彼自身危険な打者であり、見事な野手であり、おそらくはその10年で最高の遅球投手だったが、クリケットそのものには呆れるほど無関心だった。ローズ競技場へ出かけるときには必ずクリケットバッグを携えていたし、自分が出場しない試合の結果にはこれっぽっちの関心も示さなかった。とはいえそれは彼一流の忌々しいうぬぼれというわけでもない。彼に言わせれば競技への情熱はとうに失せてしまい、ただ極めてさもしい動機から続けているに過ぎないのだという。クリケットだってね。とラフルズは言った。他の何もかもと同じで、もっといいものを知るまでは結構な遊びさ。興奮の種としては君も知っての通り、他のある程度のものには遠く及ばない。そして嫌でも比べてしまうものだから、しまいには退屈になる。相手のスプーンが欲しいという時に、その相手のウィケットを奪って何が嬉しい。とはいえ、いくらか投げられればこすっからい知恵も錆びつかずに済むし、いつでも弱点を探っているというのは、まさに人に必要な類の頭の体操さ。それとも結局あの二つのものにはいくらか相通じるところがあるのかもしれん。だがね、バニー、もしクリケットが僕のような成功の人間に与えてくれるあの見事な隠れ蓑がなかったら、明日になって放り出すところだよ。どうしてだいと僕は言った。むしろ安全だの賢明だのと言える限度をはるかに超えて世間の目にさらされると思うがね。ねえパニー、まさにそこが君の考え違いなんだ。それなりに罰を免れながら犯罪を続けようと思ったら、これと並行する表向きの経歴がどうしてもいる。それも世間に知れていればいるほどいい。理屈は見えすいているさ。あの敬虔な記憶のピース氏は土地でバイオリンを弾き、動物を手なずける評判を得て権利を交わしてみせた。それに僕はあの切り裂きジャックという男は実のところ名だたる公人で、その演説がおそらくは彼の蛮行と鍋と報じられていたに違いないと固く信じているんだ。どこか目立つ役どころで一役こなしておけば、それと同じくらい目立つ別の役を兼ねているなんて誰にも疑われやしない。だからこそ君にはジャーナリズムに励んで書けるだけ署名入りで書いてほしいのさ、いいかい君。そしてそれこそが僕がバットを焚き木にしてしまわないただ一つの理由なんだ。それでいていざ試合に出ればフィールドの上の彼ほど熱のこもった選手はなく、自分のチームのために勝とうとする1年にかけても彼の右に出る者はいなかった。今でも覚えている。シーズン最初の試合の前、彼はポケットいっぱいのソブリン金貨を持って練習ネットへ行き、それをベイル薬中ウィケット上に渡す横銀の代わりにスタンプ薬中ウィケットを構成する3本の柱の上に乗せたのだ。プロの投手たちがその現金目当てに鬼のように投げ込む様はまさに一見の価値があった。スタンプに当たるたびに1ポンドが投手に放られ、また1ポンドがその上に乗せ直される。1人などウィケットを大の字に砕く1球で3ポンドをせしめた。ラフルズの練習は8ポンドか9ポンドの物入りになった。だがその間中彼はまさに一流の投球を相手にできたわけで、翌日には57点を叩き出してみせた。彼のすべての試合に付き添い、彼が投げ打ち取る1球残らずを見守り、その3つのどれもしていない時にはパビリオンで隣に腰掛けておしゃべりする。それが僕の楽しみになった。7月の第2月曜日、ジェントルメンアマチュア選手対プレイヤーズプロ選手の試合でトスに敗れたプレイヤーズを相手にジェントルメンが第1イニングの大半を戦っていた間、僕たちが2人並んで座っているのを君も見かけたかもしれない。見られはしても声を聞かれることはなかった。というのもラフルズは無得点に終わり、競技にはあれほど無頓着な選手にしてはひどく不機嫌だったからだ。僕には黙りこくっているだけだったが、どうしてそうなったのか知りたがる会員やその不運を慰めようとする会員には一人ならずあからさまに無礼な態度をとった。麦わら帽子を鼻先まで傾け、唇にはタバコをくわえ、誰かが近づくたびにその唇を不愉快そうに歪めながら彼はそこに座っていたのだ。だから洗練された類の若者が一人やってきて二人の間に割り込んできた時、そんな無遠慮働いたにもかかわらず全く愛想よく迎え入れられたのには僕はすっかり驚いてしまった。
その少年の顔に見覚えはなかったし、ラフルズが引き合わせてくれもしなかった。だが二人の会話から、その間柄が浅いことと、それでいて少年の側には慣れ慣れしさが許されていることとがたちまち知れて、それが相まって僕を当惑させた。そして、相手の父親が彼に会いたがっているとラフルズが告げられ、彼がその気まぐれを叶えてやろうと即座に承知したとき、僕の困惑は頂点に達した。父はレディースエンクロージャーご婦人席にいます。今すぐ来ていただけますか？喜んで、とラフルズは言う。僕の席を取っておいてくれ、バニー。そして二人は去っていった。クローリーの若様だ。と、もっと後ろの方で誰かの声がした。去年のハロー校のイレブンさ。あの子は覚えているよ。チームで一番の下手くそだった。だが熱心なクリケット選手でね。校の代表職、カラーズをもらうために、20歳になるまで居残ったんだ。父親がそうさせたのさ。熱心な血筋でね。おや、お見事。全くお見事だ。試合は退屈になってきていた。僕はただ、我がラフルズの妙義を見に来ただけなのだ。ほどなく僕は、彼の戻りを今か今かと待ち焦がれるようになった。そしてとうとう、彼が右手の柵のところから僕を手招きしているのが見えた。君をアマーステス教に紹介したいんだ。と、合流すると彼は囁いた。来月あちらでクリケットウィークがあってね、このクローリーという子が成人を迎えるんだ。それで僕たち二人とも出かけて行って試合に出ることになった。二人ともと僕はオウム返しに言った。だが僕はクリケット選手なんかじゃないぞ。黙っていろ。とラフルズは言う。そこは僕に任せておけ。これでも精一杯嘘をついてきたんだ。と彼は階段の下にたどり着くと墓場めいた声で付け加えた。化けの皮を剥がさないでくれよ。君を頼りにしているんだから。その目には別の場所でなら僕もよく見知ったきらめきが宿っていた。だがこんな健全で真っ当な環境の中で目にするとは思ってもいなかった。だからご婦人席の日よけの下に咲き乱れる帽子やボンネットの広大な花畑を抜けてジンガリックラブのブレザーの後を追っていく僕の胸にははっきりとした不安と憶測が渦巻いていた。アマーステス教は短い口ひげと二重顎を備えたお親しの立派な男だった。彼は僕をいかにもそっけない礼儀正しさで迎えてくれたが、その裏にはもっと冷ややかな本音をたやすく読み取ることができた。僕はかけがえのないラフルズの避けがたい付属品として受け入れられたわけで、お辞儀をしながら僕はそのラフルズに対して深く憤りを覚えていた。ぶしつけながら、とアマーステス教は言った。イングランド代表の紳士の一人に、来月こちらへ来て、田舎風のクリケットを一つやってもらいまいかとお願いしたのです。あの方は、ぜひそうしたいところだが、いかんせんあなた方のこのちょっとした釣りの遠出があるのでね、と親切におっしゃってくださって、あなたは、と、ここでアマーステス教は、どうにか僕の名前を思い出した。無論、その釣りの遠出とやらを耳にするのは、これが生まれて初めてだった。だが僕は、そんなものは造作なく延期できるし、必ずそうしますとも、と急いで言った。ラフルズが、まつげ越しにサインのきらめきを送ってくる。アマーステス教は会釈をして、肩をすくめた。それはご親切に、ありがとう。と彼は言った。だが、あなた自身、クリケットをなさると伺いましたが、学校で流行っておりました。と、ラフルズが恥知らずなほどすかさず言った。本物のクリケット選手というわけでは。と、その間も僕はしどろもどろになっていた。イレブンに入っていたのかな？とアマーステス教が言った。いいえ、残念ながら。と僕は言った。だが、ほんの一歩手前まで行ったのです。と、ラフルズが言ってのけたので、僕は震え上がった。まあまあ、誰もがジェントルメンの代表になれるわけじゃありませんからな。とアマーステス教は、ずるそうに言った。うちの息子のクローリーも、ハロー校のイレブンにかろうじて潜り込んだ口でしてね、それでも出場するのです。いざとなれば、この私だって出るかもしれん。だから、たとえあなたが下手の横好きだとしても、下手なのはあなた一人じゃない。ぜひこちらへ来て、私たちに力を貸してくだされば、本当にありがたいのです。お望みとあらば、朝食前でも夕食後でも、
好きなだけ川で釣り糸を垂れてくださって構いませんよ。それは大変光栄なことで、と僕は言いかけた。だがそれは、きっぱり辞退するための、ほんの前置きに過ぎなかった。ところが、ラフルズの目がカッと見開かれて僕に注がれた。僕は気弱にもためらい、まんまと術中にはまってしまったのだ。では、これで決まりですな。と、アマーステス卿は、ほんのかすかにいかめしさをにじませていった。息子が成人する、ちょっとしたウィークでしてね。フォレスターズと、ドーセット社、ジェントルメンと、それからおそらく地元のどこかのチームとも対戦します。だが、その詳しい話はラフルズさんがしてくださるし、クローリーが手紙を書きますよ。おや、また一本ウィケットが。いやはや、全員アウトだ。では、お二方とも頼みにしておりますぞ。そう言うと、アマーステス卿は軽く会釈して立ち上がり、通路の方へそろそろと出て行った。ラフルズも立ち上がったが、僕はそのブレザーの袖を掴んだ。一体何を考えているんだと僕は獰猛に囁いた。僕はイレブンの足元にも及ばなかった。クリケット選手なんかじゃまるでない。これは何としても断らなきゃ。断れやしないさ。と彼は囁き返した。出場しなくたっていい。だが来ることは来てもらわなきゃ。6時半過ぎまで待っていてくれれば訳を話すよ。だが、その理由なら見当がついた。そして、恥を忍んで言うが、それは僕にとって、クリケット場で講習の前に大恥をさらすという考えほどには不快ではなかった。今や犯罪にはこみ上げなくなったムカつきが、このことにはこみ上げてきたのだ。だから、ラフルズがパビリオンへ消えた後、競技場をぶらつく僕の気分は、まるで穏やかではなかった。しかも、若いクローリーとその父親とのちょっとしたやりとりを目にしたことで、僕の苛立ちはなおさら募った。父親は立ち止まると、肩をすくめ、身をかがめて何やら告げ、それを聞いた若者は、いささか拍子抜けした顔になったのだ。ただの自意識過剰だったかもしれないが、二人が困っているのは、あの偉大なラフルズを、彼の取るに足らぬ友なしには確保できないからだと、僕は断言してもよかった。やがてベルが鳴り、僕はラフルズの投球を見ようと、パビリオンのてっぺんによじ登った。あそこからなら、いかなる妙技も見逃さない。そして、もし投球の妙に満ちた投手がいたとすれば、それはこの日の A.J. ラフルズだった。実際、クリケットの世界の誰もが、それを覚えている。彼の投球地点とブレイクを完璧に操る様、刻々と変わる球速にも決して乱れぬ、あの意識も無理のないフォーム、メックスタンプを襲う見事な一球、頭上から落ちる球、一言で言えば、あの変幻自在の攻めの底知れぬ工夫を味わうのに、こちらがクリケット選手である必要はなかった。それは単なる運動能力の披露ではなく、知的なご馳走であり、僕の目にはとりわけ特別な意味を帯びていた。僕はあの二つのものに相通じるところを見た。プロのクリケットの精鋭を相手取った、その日の午後の生むことなき戦いの中に、それを見たのだ。ラフルズが少ない失点で多くのウィケットを取ったというのではない。彼は打たれることを意に介さぬほど優れた投手だったし、時間は短く、ウィケットの状態も良かった。僕が感嘆したもの、そして今も覚えているのは、気略とコーチ、忍耐と精度、頭脳の働きと手の技、その組み合わせであり、それが一つ一つのオーバーを芸術的な一つの完結体にしていた。それこそ、僕だけが知るあのもう一人のラフルズの何から何まで真骨頂だったのだ。今日の午後は投げたい気分だったんだ。と、彼は後で辻馬車の中で僕に言った。もしキッチが味方してくれていたら何か大きいことをやってのけたところさ。何せ倒れた4つのうち3つを41失点で取ったんだからね。あんな手強い連中相手に平坦なウィケットで細玉投手として悪くない出来だろう。だが、虫の居所が悪くてね。プロでもないこの僕がまるでプロ扱いでクリケットに引っ張り回されるくらい尺に触ることはないよさ。だったら、一体なぜ行くんだ？あいつらを懲らしめるためさ。それとシーズンが終わる頃には僕たちひどく金に詰まるからだよ、バニー。はあ、と僕は言った。そんなことだろうと思っていたよ。もちろんそうとも。
どうやら連中はとんでもなく派手なウィークをやる気らしくてね。舞踏会だの、晩餐会だの、ミゲパリのハウスパーティーだの、どんちゃん騒ぎ全般だの。そして屋敷はどう見てもダイヤモンドだらけときた。ダイヤモンドがうなるほどだ。一般論としては招かれた客の立場を悪用するなんて僕は何があってもごめんだ。これまで一度もやったことがないバニーに。だが今度の場合、僕たちは給仕や楽団と同じ口で雇われたようなものさ。だったら天に誓ってこっちもしっかり礼金をいただこうじゃないか。どこか静かなところで夕食をとってじっくり相談しよなんだか随分下品な盗みのように思えるがね。と、僕は言わずにはいられなかった。そして、僕のこの唯一の抗議に、ラフルズはたちまち同意した。う。下品な類さ。と彼は言った。だがこればかりは仕方ない。僕たちはまた下品に金詰まりになりつつある。それだけのことさ。それにあの連中はそうされて当然だし、その余裕もある。だが何もかも順風満帆だなんて勘違いするなよ。何かしらの品をくすねること自体はこれ以上ないほど簡単だ。だが全ての権利を避けるとなると、もちろんそれはやらねばならんのだが、これ以上ないほど難しい。下手をすれば屋敷の使える見取り図1枚を手土産にスゴスゴ引き上げるだけかもしれん。誰にわかる。いずれにせよ君と僕にはこれから何週間も考えるべきことがあるってことさ。だが、その何週間かについては、こう述べる以上に君を退屈させまい。すなわち、考えることは全てラフルズがやったのであって、彼はいつも自分の考えを僕に伝える労を取ってくれるわけではなかった。とはいえ、その無口さは、もはや僕を苛立たせはしなかった。僕はそれを、この手のちょっとした企てにつきものの、避けがたい約束事として受け入れ始めていた。それに、前回のあの手の冒険の後、とりわけあの結末の後では、ラフルズへの僕の信頼はあまりに揺るぎないものになっていて、僕への信頼の欠如くらいでは、幾ともしなかった。その信頼の欠如とは、思うに、人としての判断というより、犯罪者としての本能だったのだろう。今でも、僕はそう信じている。僕たちがドーセット州のミルチェスター修道院に着くことになっていたのは、8月10日の月曜日だった。月の初め、僕たちはまさにその州をあちこち巡り歩いていた。手には現に毛針竿を握って、狙いは、まずはまともな釣り人として土地での評判を得ること。そして、もし見入りのないウィークに終わった場合、さらに念入りな仕事に取り掛かれるよう、あらかじめその地方の地理を頭に入れておくことだった。それに、ラフルズが僕をそこへ連れて行くまで、自分一人の胸に秘めていた、もう一つの狙いもあった。ある日、彼は横切っていた牧草地でクリケットボールを取り出し、たっぷり1時間、僕に向けて補給練習の球を投げてよこした。さらに何時間も、近場の芝生で僕に向けて投球をしてくれた。そして、僕が結局クリケット選手にはなれなかったにせよ、少なくともそのウィークの終わりには、後にも先にもないほど、クリケット選手というものに近づいていたのだった。事件は、月曜日の早いうちから始まった。僕たちは、ミルチェスターからほんの数マイルのところにある、寂れた小さな乗り換え駅から出発したのだが、にわか雨に降られて、街道沿いの宿屋へ駆け込んだ。けばけばしく着飾りすぎた男が、その客間で飲んでいた。そして、敷居のところでラフルズがたじろぎ、そのとで雨の中を駅まで引き返すと言い張ったのは、断じてその男を見たせいだったと、僕は誓ってもよかった。もっとも、彼は僕に、古いビールエールの匂いに危うくそっと押しそうになったのだと言い張ったが、それで僕は、何か思案にふけって伏せられた彼の目と、寄せられた眉とを、どう解釈したものか思いあぐねるしかなかった。ミルチェスター修道院は、灰色をした四角い土井建築で、豊かな森に囲まれた土地に深々と腰を据え、古風な窓も3列の連なりをきらめかせていた。僕たちが、夕食の身支度にちょうど間に合う頃合いに馬車を乗りつけたとき、その窓という窓が、ことごとく明かりを灯しているように見えた。馬車はいくつあったやら知れぬ、建造中の凱旋門の下を駆け抜け、青々と越えたクリケット場のテントや旗竿の傍らを過ぎてきた。ラフルズは、そこで一つ評判通りの投球をしてみせると受け合った。だが、祝祭の主な兆しは屋内にあった。そこには途方もない数のハウスパーティーの客がたかっており、
これまで一つの部屋で出くわした試しのないほど大勢の威風と尊厳と牽制を備えた人々が顔を揃えていた。白状すれば僕は気をされてしまった。僕たちの密命と僕自身がそこにいるという事情とが相まって、時に自分でも鼻にかけてきた女才のなさを僕からすっかり奪い去ってしまった。そしてようやく夕食の知らせがあった時の神経の張り詰めがほぐれるような安堵を僕は苦々しく思い出す。それがどれほどの試練となるか、その時の僕は知る由もなかった。僕は巡り合わせとしては起こり得たよりもはるかに気詰まりでない若い令嬢を食堂へエスコートする役を得ていた。実のところその点についてはまず我が幸運に感謝するところから始めたことだ。ミルユイ首相は教区牧師の娘に過ぎず、ただ人数の帳尻を合わせるために招かれただけだった。スープが運ばれてくる前に彼女はその2つの事実を僕に教えてくれた。そしてそれに続く会話も同じ人好きのする率直さが持ち味だった。それがあらわにしたのは人に知らせたくてたまらぬ、ほとんど編集と言っても良い類の病だった。僕はただ耳を傾けうなずきありがたく思っていればよかった。居合わせる人々のほとんどを顔さえ知らないと白状すると、この気晴らしをくれる連れは誰が誰やらを皆教えてくれることに取り掛かった。僕の左隣から始めて几帳面に右へ右へと一周しながら、これは随分長くかかったし本当に僕の興味をそそった。だがそれに続いた話の大半はそうではなかった。そして明らかに僕の不届きな注意を取り戻そうとしてミルユイ首相は芝居がかったささやき声で不意に尋ねてきた。秘密を守れますか？と、守れると思いますよ、と僕は答えた。するといそを低くいそをゾクゾクするような声でもう一つの問いが続いた。強盗が怖くございません。強盗。僕はようやく目を覚ました。そのイチゴがぐさりと突き刺さったのだ。僕はぞっとしてそれを問い返すように繰り返した。やっとあなたの興味を引くものを見つけましたわね。とミルユイ首相は無邪気な得意顔で言った。強盗です。でもそんなに大きな声を出さないでくださいな。大変な秘密ということになっておりますの。本当ならあなたにお話しするのだっていけないことですのよ。だが話すべきことなど何があるんです、と僕はおあつらい向きのじれったさを込めてささやいた。過言なさらないとお約束。もちろんです。はこの近所に強盗が出るんですの。もう何か盗みでも？いいえ、まだ。ではどうしてわかるんです？目撃されたんですって。この界隈でロンドンの名うての泥棒が2人もですわ。2人。僕はラフルズを見合った。その晩の間僕はしょっちゅう彼を見てはその上機嫌を、鉄の度胸を、弾むような基地を、完璧な落ち着きと自制を羨んでいた。だが今は彼を憐れんだ。僕自身の恐怖と狼狽のただ中にあって僕は彼を憐れんだのだ。あの整った人好きのする向こう水な顔に恐れや気まずさの影一つ浮かべることなく食べ飲み笑い語らっている彼を僕はシャンパンをつかみぐいと煽って飲み干した。誰が見たんです？と僕はそれから落ち着いて尋ねた。ある刑事ですわ。2人は数日前都会からつけてこられたんですって。修道院を狙っているのではないかと見られているんですの。だがなぜ捕まえないんです？まさに今夜こちらへ来る道で私もパパにそう尋ねましたの。パパが言うには今のところその2人に逮捕状は出ていなくて、できるのはただその動きを見張ることだけなんですって。ほう。では見張られているわけだ。わざわざここまで下ってきた刑事に。それにアマーステスキオがパパに今日の午後オーベックの理海域で2人が目撃されたと話しているのを私聞きましたのよ。まさにそこはラフルズと僕が雨に振り込められたあの場所ではないか。宿屋からのあの慌てた退散がこれで腑に落ちた。その一方でもはや僕はこの連れが何を語ろうと不意をつかれることはなくなった。そして笑みを浮かべて彼女の顔を見返すことにも成功した。これは本当になかなかワクワクしますね、ミルユイ氏さん、と僕は言った。失礼ですがどうしてそんなに詳しいことをご存知なんです？パパですわ。と
打ち明けるような返事が来た。アマーステスキオがパパに相談なさって、パパが私に相談なさったんですの。でも5章だから言いふらさないでくださいね。一体何の魔が差してあなたにお話ししてしまったのかしら。僕を信じてくださっていいですよ、ミルユイッシュさん。だが、怖くはないんですか？ミルユイッシュ嬢はクスクス笑った。ちっとも、連中は牧師館へなんか来ませんもの。あそこには何もありませんわ。でもテーブルを見渡してごらんなさいな。ダイヤモンドを見て。あのメルローズの老婦人のネックレスだけでもごらんなさいよ。メルローズ未亡人公爵夫人は、わざわざ指し示してもらう必要のなかった、数少ない一人だった。彼女はアマーステス卿の右隣に座り、歩調用の角笛イヤートランペットを振り回し、例の悪名高い無遠慮さでシャンパンを飲んでいた。世にこれほど放埓で、これほど気立ての良い老婦人はあるまい。そのたっぷりした首の周りで上下に揺れているのは、ダイヤモンドとサファイアのネックレスだった。少なくとも5000ポンドの値打ちはあるそうですわ。と連れは続けた。今朝レディ・マーガレットがそう教えてくださいましたの。ほら、あなたのラフルズさんのお隣のレディ・マーガレットですわ。そしてあの愛すべきご老人と来たら、毎晩あれをお召しになるんですもの。あれが手に入ったらどれほどの山になるかお考えになって、いえ、私たち牧師館にいれば差し迫った危険は感じませんわ。ご婦人方が席を立つとき、ミルユイッシュ嬢は改めて僕に他言無用の誓いを立てさせた。そして思うに、自分の軽はずみへのいくらかの悔いと、それ以上にその軽はずみが僕の目に自分をいかに重要な人物に映らせたかという満足とを抱いて、僕の元を離れていった。こう言うと虚栄の匂いがするかもしれない。だが実のところ、会話の源泉そのものが、聞き手をゾクゾクさせたいという人間に普遍的なむずがゆさに宿っているのだ。ミルユイッシュ嬢の変わっているところは、何が何でもゾクゾクさせずにはおかぬという点だった。そして彼女は確かにゾクゾクさせてくれたのである。それから2時間の僕の心境については語るのを省こう。僕は何としてもラフルズと一言交わそうとしたが、幾度試みても果たせなかった。食堂では彼とクローリーは同じマッチでタバコに火をつけ、終始額を寄せ合っていた。客間では彼が都会で見知った中のメルローズ夫人の歩調用角笛に向かって果てしないたわごとを吹き込むのを聞かされ、僕は悔しい思いをした。最後に玉突き室では二人が長々と大掛かりなプール薬中玉突きの一種に興じる一方、僕は離れて座り、これまでにも増して苛立っていた。相手は夕食後にやってきたひどく生真面目なスコットランド人で、瞬間写真の昨今の進歩のことばかり話したがるのだ。彼が言うには、試合に出るために来たのではなく、これまで撮られたことのないようなクリケット写真を一続きアマーステス卿のために撮るために来たのだという。アマチュアの写真家なのか、それともプロなのかは奥には判じかねた。とはいえ覚えているのは、僕がこの退屈男の会話に断固たる注意を発作的に向けることで気を紛らそうとしたことだ。こうしてとうとう長い試練は終わった。グラスは空になり、男たちはお休みを言い交わし、僕はラフルズの後について彼の部屋へ向かった。